引き寄せの法則、心理学 NLP と、思い通りの人生を送るための10の効果的な鍵。人生、お金、ビジネス、家族関係、人間関係、恋愛、健康など思いのまま。あなたは、どんな未来を引き寄せたいですか？どんなことがあっても、自分の理想の未来やなりたい自分の姿には、それぞれの願望や目標があるのではないでしょうか。例えば、仕事でより高い成果を出したい、自分の望む人生を送りたい、理想のパートナーと出会いたい、人間関係が良好になりたい、経済的に豊かになりたい、など。では、これらの願望や目標に対して、あなたは現在の状況にどれだけ満足しているのでしょうか？もっと達成したいと思う人もいれば、現状を打破したい、もっと良い方法があるはずだと思う人もいるでしょう。そんな時に有効なのが、引き寄せの法則です。引き寄せの法則とは、あなたの願望を実現したり、目標を達成したりするのに役立つ法則です。未来に何を望んでいても、現在も過去も関係なく効果があります。そこで今回は、引き寄せの法則と引き寄せの10の鍵と流れに乗る方法をご紹介します。少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。引き寄せの法則とは、引き寄せの法則とは、あなたが本当に望む人生や結果、あなたにとって最も魅力的な未来を意識的に作り出す方法です。一般的に、人は結果がついてくると思いがちです。しかし、本質的には、自分が望む結果を自分にもたらすこと、つまり、その結果を得るために流れに乗っていくことが全てなのです。そのためには、正しい実践法、10の鍵と引き寄せの流れ、変化の普遍的なサイクルに入る方法が必要です。つまり、引き寄せの法則とは、意識的に結果を生み出す、引き寄せるための法則なのです。素晴らしい人生や結果、チャンスを引き寄せる人は、まるで磁石のように、幸運や強運、そのものを引き寄せているように見えます。彼らは、それらの結果の引き寄せの裏で、的を得た行動をとっているのです。そういう意味では、引き寄せの法則は、結果を出すための方法であり、人生を好転させるための習慣であり、人生をよりよく生きるための方法であると言えます。そこで今回の動画では、引き寄せを成功させるための2つのトピックをご紹介します。引き寄せの法則、2つのテーマ。引き寄せの法則への10の鍵、変化の普遍的なサイクル、引き寄せの流れに乗る、この2つのテーマを実践すること自体が、引き寄せの法則を活用するポイントになります。結果を出すために必要な3つの要素も含まれていますので、ぜひ活用してみてください。1、自分を知る。2、自分の限界、信念をポジティブに変える。3、内面の状態を整えます。引き寄せの法則、10の鍵。引き寄せの法則の心理学 NLP 班、ザ・LC マインドを開発したティム・ハルボム氏とクリス・ハルボム氏は、本当に欲しい結果は相手から来るのではなく、自分が意識的に、意図的に引き寄せるものだと言います。そのためには、脳、ラスオと無意識の心を味方につけて、効果的に使うことがヒントになります。脳、ラスは情報のフィルターです。必要な情報に気づきやすくなり、必要なアイデアに気づきやすくなります。また、自分が望む結果に向けて脳を方向づけるのにも役立ちます。そうすることで、思考や感情、行動が生まれ、意思決定力、決断力が高まります。そして、私たちが無意識に持っている思考、感情、行動のパターンがあります。例えば、以下のようなものです。人が無意識のうちに持っているパターンです。結果を出すパターン、結果を邪魔するパターン、結果自体がマイナスになるパターン、効果が出ないパターンなど、どのようなパターンを持っているかで、得られる結果は変わってきます。しかし、今の自分の状態や持っているパターンがどのようなものであっても、脳や無意識を味方につけることで、得られる結果は大きく変わってきます。それが、脳、ラスオと無意識を有効に活用する方法です。それが、引き寄せの法則と10の鍵です。どれも強力なので、一つずつ実践していきましょう。そして、10の鍵の中で、最も影響力のある鍵は、ビリーフ。信念の変化です。順番にお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。引き寄せの補足情報について。引き寄せの法則は、多くの要素が絡み合って、結果を生み出す一つのシステムです。そのため、それぞれに効果がありますが、最大の効果を得るためには、全ての方法を行うのがベストです。
思うような結果が出ていない人は、10の鍵を実践しているかどうかを確認してみてください。ラストとは、レビアビリティ、信頼性、壊れにくさ、アベイラビリティ、多様性、使用可能状態の維持の度合い、サービサービリティ、保守性、維持管理のしやすさの頭文字を取った用語。第1の鍵、目標、夢、ビジョン。あなたはどんな目標、夢、ビジョンを持っていますか？目標、夢、ビジョンは、脳ラスと無意識の心を味方につけるための鍵となります。目標を描くことで、ラス、脳感網状態活性化システムがより効果的に働くようになり、ラスは情報のフィルターの役割を果たし、引き寄せたい結果のために必要な情報や重要な情報をあなたの目の前にもたらします。ラスは情報のフィルターとして働き、必要な情報や重要な情報をあなたの目の前にもたらし、あなたが引き寄せたい結果を得るために必要な情報をもたらしてくれます。あなたの最高の人生、望む状態、望む結果、なりたい自分、最も魅力的な未来を他の人に説明できるレベルで思い描いてみてください。そして、それを毎日イメージすることで、あなたの脳、ラスとあなたの無意識に働きかけることができます。第2の鍵、意図。目標達成までのプロセスをどのような経験にしたいのか、またはどのように過ごしたいですか？目標達成のプロセスでどんな経験をしたいか、どのように過ごしたいかを決めましょう。楽しみながら手に職をつけて学び成長する、シンクロニシティを感じる、オープンマインドになる、など。それが引き寄せの法則、意図を設定するための2つ目の鍵です。毎朝、または何かをする前に意図を設定します。これをすると、あなたが意図した通りのことが不思議な形で起こり始めます。それはあなたの引き寄せシステムが働き始めるからです。そして、目標設定と同じように、あなたの脳ラスが働き始め、設定した意図に役立つ情報を意識するようになります。以下の例とステップを参考にして、意図を設定してみましょう。目標の意図の例。ハワイ旅行、目標設定、ハワイ旅行、意図の設定、楽しむ、感謝する、安心するなど。心理学セミナーに参加して学ぶ、目標設定、心理学セミナーに参加して学ぶ、意図設定、心を開く、リラックスする、楽しむ、集中するなど。子供の誕生日を祝う、目標設定、子供の誕生日を祝う、意図設定、子供がもっと喜んでくれるように、自分もそれを感じてくれるように、感謝の気持ちを持ちながら、その場にいるみんなが笑顔になるように、など、意図設定、どのように、次の質問に答えて、紙に短文で書き出してください。目標に到達するまでの過程で、どのような経験をしたいか、どのように過ごしたいか。例、楽しいこと、新しいことを学ぶこと、生産的であること、気持ちが落ち着くこと、幸せを感じることなど。人とどのように接していきたいですか？例、心を開いて、尊敬の念を持つ、感謝する、会えて嬉しいなど。自分の意図を設定したら、同じことを経験していることを想像してみましょう。これをやればやるほど効果的です。意図を設定する人としない人では、起こる出来事や引き寄せる結果が不思議と変わってきます。参考、目標と意図の違いと効果の違い。目標と意図の違い。目標、最終結果。インテンション、体験したり、過ごしたり、なりきるための質的な方法と、目標や意図を設定する際の影響力。目標があれば、多くのことを成し遂げることができます。でも、予定表がないから人生も旅も楽しめない。予定表があるから人生や旅を楽しむことができる。しかし、目標を持っていないので、多くのことを達成することはできません。目標と意図が合わさると、奇跡的なことが起こります。目標と意図は、自転車の両輪のように、常に決まった関係です。これも非常に重要なポイントです。第3の鍵、人生の目的と情熱。人生の目的や情熱と意識的につながりましょう。より幸せで、豊かで、満ち溢れた人生を過ごすためには、自分のやりたいことにつながり、従うことが大切になる。こう話すのは、心理学 NLP 反の引き寄せの法則、ザ・ウェルシー・マインドを開発したティム・ハルボム氏、クリス・ハルボム氏です。さらにティム・ハルボム氏は続けます。
より高次元な人生の目的や情熱につながって生きている人は、より簡単に欲しいものを手に入れている傾向がある。高次元の目的とは、ゴールの達成、あるいはゴールの先に見ている、心から欲しているものです。例えば、お金を稼ぎたいと考えたとき、その目的は人により様々です。安心や安全、力、可能性、など、達成したいゴールの先、裏には、目的が存在しています。そして情熱とは、あなたは何をやるのが好きで、何をやっている時にワクワクして、どんなことに情熱を感じますかという質問に対する答えと言えます。例えば、人の幸せに貢献すること、お客様に喜んでもらうこと、問題の解決を手伝うことかもしれません。あるいは人にプレゼンをすること、文章を書くこと、音楽、スポーツ、ファッションかもしれません。出てきた答えの中で、より情熱を感じるものにつながるのがポイントです。しかし、あなたのゴール、身を置く環境、行動が人生の目的や情熱とつながっていないと、やりたいことと、やった方が良いと思うことの間で葛藤が生まれます。それが望んでいる結果を引き寄せる妨げになります。そしてもし、目的や情熱につながれない場合は、次のような理由が挙げられるかもしれません。目的や情熱に気づけていない、マイナスのビリーフが妨げている、などです。それにより、ずれたゴールに進む、マイナスの言動をする、やりたいことから目を背ける、心のスイッチ、原動力が入らない、など、引き寄せを妨げる原因になります。それでは、次の方法で、目的や情熱を明確にして、つながりましょう。目的を明確にしてつながる、方法。次の順番に質問に答えを紙に書き出しましょう。手順1、あなたが手にしたいゴールは何ですか？手順2、ゴールを達成する、持つ、ことは、あなたに何をもたらしてくれますか？あるいは何を得られますか？手順3、直前の質問で出た答えを達成する、持つ、ことは、あなたへ何をもたらしてくれますか？あるいは何を得られますか？手順4、手順3の質問を繰り返します。コアな目的に到達したと思うまで繰り返しましょう。手順5、手順4の最後に出たコアな目的を達成する、持つ、ことで、あなたにもたらされる、さらに良いものは何ですか？あるいは何を得られますか？このように質問を繰り返して、高次元のコアな目的を明確にしていきます。イメージしやすいように、例をご紹介します。コアな目的の例。一体感、つながり、穏やかさ、愛、調和、絆、ありのまま、など、自然と抽象度の高い表現になります。コアな目的が出た時、しっくりした感覚や体が熱くなるなど、感覚の変化を感じることが多くあります。コアな目的が明確になったら、ゴールを達成し、コアな目的を満たした自分をイメージしましょう。イメージした時に生まれる感覚を十分に感じて、つながることがポイントです。情熱を明確にしてつながる方法。この質問に答え、紙に書き出しましょう。あなたは何をやるのが好きですか？何をやっている時にワクワクしますか？どんなことに情熱を感じますか？あなたの才能は何ですか？お金の心配、能力の限界、心の中の制限を気にせずに何でもできるとしたら何がしたいですか？など、質問の答えを振り返り、あなたがこれだと思うものを選びましょう。その情熱を持って、ゴールを達成しているあなたの姿をイメージし、イメージすることで生まれる感覚を十分に感じて、つながる。それがポイントです。目的や情熱の明確化は、慣れると短時間で行えるようになります。毎朝、イメージしてつながりましょう。できれば朝昼夕方夜で、1日4回、細めにつながるのがベストです。第4の鍵、精神状態、気分、考え方、感情、態度。できるだけ、常にポジティブで前向きな心の状態を維持しましょう。ここで言う心の状態とは、あなたの気分、思考、感情、態度のことを指します。例えば、ネガティブな心の状態にあるとき、物事がうまくいっていないと感じたり、ネガティブな気持ちを引き寄せていませんか？逆に、精神状態が良ければ良いほど、全てがうまくいくなどと感じているのではないでしょうか。このように、引き寄せの法則は、あなたがどのように感じているか、どこを意識しているか、どのように考えているか、どのような態度をとっているかに反応します。
つまり、あなたの内側の状態が、あなたの外側の現実を作り出しているのです。これを表す言葉は、古典的で華麗な成功哲学を成文化したナポレオンヒルの、思考は現実になると、アメリカの哲学者ラルフ・ワルド・エマーソンの、あなたが考えるものは、何でも、あなたが受け取るものであるです。このように、あなたがどんな時にどんな心の状態にいても、望ましい結果を引き寄せる鍵は、普遍的な法則なのです。そして、あなたがどのような心の状態で生きているかで、脳、ガスの働き方が変わってきます。ここでは、最高の精神状態を作るためのヒントをご紹介します。最高のメンタル状態を作るための3つの方法のご紹介。1、感謝の気持ちを感じている、感謝の状態になっている。すでに受け取っているものに感謝する。自分の周りにいる大切な人に感謝すること。機会を与えてくれたことに感謝する。などの感謝の気持ちを伝えることができます。2、喜びや温かさを感じる、アクセスする。温かさ、誰かに会う前や一日の始まりに、その日に会う相手に、あなたがいてくれてよかったと頭の中や心の中で声に出して、その瞬間の感覚や感情にアクセスする心の状態。一日の始まりや節目ごとに、頭の中や心の中で、今ここにいてよかったと声に出して、その瞬間の感覚や感情にアクセスして、感謝や温かさ、喜びを感じる精神状態は、最高の人生、望む状態、望む結果を引き寄せるのにとても役立ちます。大きな効果があります。さらに、目標や意図を設定して、すでに持っているものに感謝する状態に入ると、達成できる確率や割合が上がり、引き寄せるものが変わってきます。この時、豊かな状態に入ることができるので、引き寄せの法則がよりよく働くようになります。定期的に感謝の状態に入り、十分に感じるようにしましょう。同時に、豊かさと愛を感じる状態に入ることが大切です。3、アファメーションをする。何かを達成するためには、すでに達成している状態をイメージできることが大切です。そのためには、自分が達成している状態を短い言葉で声に出していってみましょう。それがアファメーションです。例えば、目標を達成できるのは当たり前、目標を引き寄せることができる、など、ポジティブな言葉を声に出していってみましょう。それを繰り返すことで、自分が何を求めているのか、何をしたいのかを明確にし、目標に向かって精神状態や意識を方向転換させることができます。脳、ガスや無意識の心を方向づけ、引き寄せの仕組みを整えてくれます。アファメーションは様々な方法で行うことができますが、この場合は朝、昼、夕方、夜の1日4回行うことができればベストです。それに加えて、1日の節目ごとに行うようにしましょう。参考、感謝の状態が一番です。感謝の気持ちにつながることは、精神状態の改善に非常に効果的です。それが、ハートマス研究所の結論です。頭と心臓のつながりや相互作用を調べたところ、どのような精神状態にあるかによって、心臓が発する磁場が異なることが分かりました。その結果、最高の精神状態は感謝の気持ちであることが分かりました。また、感謝の気持ちを持つことで免疫力が高まり、この状態は、より豊かで健康的な人生や目標をもたらすのに最も効果的な状態であることも判明しました。第5の鍵、ビリーフ、信念の変化。引き寄せの法則メソッドで最も重要な鍵は、ビリーフ、信念の変化です。これはあなたの人生を決定づける鍵であり、プラスに働くと望む結果を生み出します。逆に、ネガティブな働き方をすれば、引き寄せの妨げになります。信念とは、自分が正しいと信じている考え方のことです。例えば、自分には能力がない、自分にはできない、自分には価値がない、結果を出すに値しない、などの信念や、自分が正しいと信じている考え方のことです。そして、信念は脳内のフィルターとも呼ばれ、あなたが現実をどのように知覚するかを決定します。例えば、どんな色のレンズのメガネをかけているかによって、目に映る世界が違って見えるように、どんな信念を持っているかによって、脳、ガスの働き方が変わり、得られる情報に違いが出てくるのです。自分には能力がない、自分には価値がない、お金が問題を生む、などのネガティブな思い込みを持っていると、脳、ガスはネガティブな方向に働き、
ネガティブな思い込みを裏付けるように働きます。さらに、思考や感情、行動は、その信念から生まれます。そのため、ネガティブな信念を持っている人は、同じ失敗や失敗するパターンを繰り返してしまいがちです。では、ネガティブな信念をポジティブな信念に変えるにはどうすればいいのか？それを可能にするのが、ビリーフチェンジという心理学的 NLP テクニックです。ビリーフ、信念を変えることで、起こることや得られる結果を変えることができるのです。第6の鍵、価値観。あなたの人生で大切にしていることは何ですか？とか、仕事で大切にしていることは何ですか？この質問は、あなたの価値観を明確にする心理学 NLP のスキルです。実は、あなたの目標や行動、環境があなたの価値観と一致していることが引き寄せのポイントです。あるいは、自分の思考や行動を自分の価値観と一致させておくことなどです。しかし、目標や行動、環境が自分の価値観と一致していないと、無意識レベルでは心の葛藤やストレスを抱えてしまいます。また、思考や感情、行動が曖昧になり、パフォーマンスが低下し、引き寄せた成果を阻害することもあります。自分の価値観と価値観が一致していない場合の例をご紹介します。価値観が合わない時の例。仕事で大切なのは創造性。創造性が全くないまま、同じことばかりやっている。人生全般に言えることですが、人とのつながりは大切です。挨拶をしない。しかし、職場では人と話す機会がない。挨拶をするのは朝と帰り道だけ。人間関係が弱い職場にいる。家族との時間を大切にする。仕事をしている。しかし、残業や休日出勤が当たり前になり、家族との時間が取れなくなってしまった。などの悩みを抱えている。そこで、自分の価値観を明確にする方法をご紹介します。価値観を明確にする方法。それぞれのステップに沿って答えを紙に書いていきましょう。ステップ1テーマ、仕事、ビジネス、人間関係、恋愛、収入、健康などを決める。ステップ2、〇〇、ステップ1で選んだテーマの中であなたにとって大切だと思うことは何ですか？ステップ3、〇〇、ステップ1で選んだテーマの中であなたにとって他に大切だと思うことは何ですか？ステップ4、ステップ3の質問を繰り返し、7から10問程度の答えを書き出してください。ステップ5、ステップ4で書き出した価値観を見て、重要度の高い順に優先順位をつけましょう。ステップ6、ステップ5、自分の優先順位を確認して、本当にその順番でいいのか確認します。本当にこの順番でいいのかという質問をすることがポイントです。ステップ7、ステップ6、ステップ6で挙げた優先順位の上位3から5つをそれぞれ掘り下げてみましょう。なぜそれが重要なのかという質問を使うのがポイントです。ステップ8、ステップ7で掘り下げた価値観をメモしておく。その価値観が自分にとってなぜ重要なのかをいつでも見直せる場所にメモしておく。このように自分の価値観を明確にし、常に意識するようにしましょう。それによって、あなたの思考や感情、行動が変わり、結果にも違いが出てきます。そして、大切なことです。自分の価値観や優先順位は、状況や環境の変化に合わせて変化していきますので、最低でも年に1回くらいは定期的に見直すことが大切です。そしてもう一つ、次の3つのステップも効果的です。過去の影響から自分の価値観を明確にする方法について、次の質問に答えて紙に書き出してみましょう。あなたが尊敬している人は誰ですか？これは実在の人物、歴史上の人物、映画や漫画のヒーローなど何でも構いません。尊敬するところ、尊敬する理由を書き出してみましょう。書き出したことを見直して、それが何を特徴としているのかを確認しましょう。価値観に関しては、第2章の準備で設定したテーマとは別に、仕事、ビジネス、人間関係、恋愛、健康など、あらゆる面で明確にしておきましょう。その理由は、それら全てが互いに影響し合い、あなたの思考、感情、行動に影響を与えるからです。第7の鍵、能力と行動。
望む結果に見合った能力と行動を身につける。例えば、目標を設定して信念チェンジをしても、結果を引き寄せる能力や行動が不足していると、残念ながら結果を引き寄せることはできません。そのため、意識的に自分の能力を構築し、行動を起こし、それを向上させることにも目を向けましょう。具体的には、次のようなポイントがあります。能力と行動が2つのポイントです。一貫性、行動、最初の一歩、継続的な行動、もう少し詳しく見てみましょう。一貫性、一貫した行動や質を生み出す能力。例えば、あなたがスポーツ選手であれば、高いレベルのパフォーマンスを継続しています。飲食店であれば、一連のサービスと品質を提供し続ける。例えば、職人であれば、ものづくりの品質です。人やお店、企業が結果を出すことに一貫性があればあるほど、その人は一貫性があります。あるいは、目標に向かって行動し続けることも一貫性があります。行動、最初の一歩、継続的な行動とは、求める成果のレベルに見合った品質を追求することですが、それを実現するための能力や情報も必要です。そのためには行動が必要です。そして行動することで私たちは自分の道やスキルを熟知し有能になり継続的に向上させていくのです。そのためには最初の一歩を踏み出すこと、継続的に行動すること、そして一定以上の行動をすることが必要です。能力や行動力だけではある時点で行き詰まる。これは多くの人が経験していることです。しかし、結果に見合った、あるいはそれ以上の能力や行動がなければ、本当に望む結果を出すことはできません。つまり、とても重要な鍵なのです。第8の鍵、完了。あなたの成果を阻んでいる、やり残したことは何ですか？何かを手放して、それを実行に移しましょう。そうすることで気持ちが軽くなり、エネルギーが高まります。手放すなら、放っておくと意識してしまうようなもの、不安や心配を生むようなもの、嫌な好感を抱かせるようなものを完成させたいものです。特に、怒り、恨み、悔しさ、罪悪感など、強い感情や執着を伴う、未完成のものは手を入れる必要があります。この場合は、他人を許す、自分を許す、自分に許可を与えることも大切です。例えば、次のような場合です。強い感情や執着を伴う不完了の例。怒り、恨み、過去にひどいことをされたことへの怒り、恨み、裏切られたことへの怒り、恨み、人を傷つけたことへの罪悪感、誰かを支えられなかったことへの後悔、このような不完全性があるときは、自分から力を奪い、ネガティブなパターンを繰り返しがちな、ネガティブな精神状態、ネガティブな思い込みと結びついていることが多いです。そのため、脳、ガスや無意識の心がネガティブな方向に向いてしまいます。さらに、心の奥底に強い葛藤が生まれるなど、自分が望む結果を得ることができなくなります。場合によっては、体調を壊したり、体調を崩したりすることもあります。それを手放すことや、許すことで、引き寄せる結果が変わってきます。過去から抱え込んでいたマンネリ化した感情を手放すことが完了です。その他の完成させたいことの中には、次のようなものがあります。先延ばし、中途半端、放置など、これらを完結させることも非常に重要です。第9の鍵、フィールド。欲しい結果が出てきた、継続的に結果が出てきた、今までできなかった結果が出てきた、などの結果が出てくると、引き寄せの法則が働いている。そして、フィールドが整っているのです。フィールドとは、内外面の状態のことです。つまり、引き寄せのために必要な内的外的なことを行い、フィールドが結果を出す準備ができているということです。例えば、欲しい結果が手を伸ばしてつかめる場所に現れます。あるいは、チャンスは目の前にあります。フィールドについての重要なポイントは次の通りです。フィールドが整ったら、それに気づく、受け取る。ここで大切なことは、意識的にフィールドを整えることです。つまり、フィールドが整っていても、それに気づかず、受け取り損ねてしまうことがあるのです。例えば、目標が不明確であったり、価値観が不明確であったり、精神状態がネガティブであったり、ネガティブな思い込みを持っていたりします。しかし、引き寄せの法則の10の鍵のポイントを押さえることで、チャンスに気づくことができるようになります。そうすると、いつも以上に直感が働くようになったり、不思議な感覚や良い流れを感じるようになります。
人生から背中を押されるような感覚と表現する人もいます。そして、意識的にフィールドを整えること、そして、整いきったフィールドに気づくためのポイントは同じです。10の鍵を実践して習慣化することです。引き寄せの法則の真実は、自分が望む結果を意識的に作り出すことです。道具や生き方、そのための行動についてお話しました。つまり、10の鍵を実践して、より良いアライメントを得ることが鍵になるということです。さらに、起きた出来事に対して、この出来事は自分にとって何の意味があるのか、と自問自答することで、発生した出来事がチャンスなのかどうかを判断しやすくなります。第10の鍵、信頼。信頼とは、自分自身、自分の人生、起こっている出来事、そして引き寄せの法則そのものへの信頼です。信頼することで、あなたの意識が変わり、思考や感情、行動に違いが出てきます。そのため、引き寄せる結果も変わってきます。しかし、時には、信頼することが簡単なことではないこともあります。そんな時は、次のような質問を自分に投げかけてみてください。信頼することを妨げているものを明確にするための質問について、次の質問に答えて、紙に書き出してみてください。自分を信頼することを妨げているものは何ですか？何があなたの人生が良くなると信じることを妨げているのでしょうか？引き寄せの法則への信頼を持つことを妨げているものは何ですか？出てきた答えを解決することで、信頼を高めていきましょう。多くの場合、引き寄せの法則の10の鍵を実践することで、信頼感が増し、様々なことで信頼感を高めることができるようになります。まとめ。引き寄せの法則は、あなたが最高の人生、あなたが望む状態、あなたが望む結果を意識的に手に入れることができるように設定されています。そのためには、あなたの脳と無意識を味方につける。それが、あなたが望む結果を手に入れるための鍵となるのです。そのために必要な10の鍵を紹介してきました。第1の鍵、目標、夢、ビジョン。第2の鍵、意図。第3の鍵、人生の目的と情熱。第4の鍵、精神状態、気分、考え方、感情、態度。第5の鍵、ビリーフ、信念の変化。第6の鍵、価値観。第7の鍵、能力と行動。第8の鍵、完了。第9の鍵、フィールド。第10の鍵、信頼。これらは、仕事、ビジネス、人間関係、恋愛、収入、健康面において、意識的に結果を出すための鍵です。自分のペースで実践することをお勧めします。本日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは、これからの人生を良くしていくためのチャンネルです。意識、思考の話などを発信します。視聴者様が人生を楽しむための何かヒントになれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。これから人生をどんどん変えていきましょう。The channel of Attracting Happiness Wish